皆さんこんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝と新森と浅沼と泉と馬です。今日はこの5人でお送りしていきたいと思っております。フライクの新しい取り方のフライククラスルームという取り方をしていきたいと思います。日頃 IT コンサルタントとかシステム設計とかで活躍しているメンバーなんですが、今日は先生と生徒役っていう風に分かれて役を演じて進めていきたいと思っております。今日の特別講師は新堀なんですけど、新堀さん、はい、好きな IT ツールは何ですか？バックログです。食い気味ね。そうね。彼がバックログが好きなんですね。なので今日はバックログについてお話をしていくんですが、見ていただきたい方はこういう方になってます。一つ目が営業の育成に困っている営業部長の浅沼さん。はい。次はインサイドセールス、フィールドセールスのタスク管理ができていない営業のマネージャーをしている三角さん。はい。そしてガヤの馬さん。いい、よきよき。で、このメンバーでしていきたいと思います。じゃあ、新森さん、よろしくお願いします。フライクでどういう風なセールスフォースとバックログ連携をしているかについてお話をしていただきたいんですが、フライクのシステム組み立てチャンネルを見てくださっている方からコメントが来ました。はい、デモを見たいと。しっかりとデモを見たいと。はい、なので今日はパソコンもあるので、はい、しっかりとデモをしていただいて、こういう風な画面だよとかっていうのをもう事細かくティーチングをしていただけたらなと思います。はい、じゃあ新森さんお願いします。はい、はい、そしたら今日はバックログ営業管理編ということで、フライクがどうやって、営業の管理をしているのかとか、セールスフォース×バックログでどういうことをしているかっていうのをたくさんお伝えさせていただこうかなと思っております。役割分担みたいなのはあったものの、ぶっちゃけ皆さんのご経験から営業経験者で分けてください。はい。2人、こっち2人営業経験者なんと、こっち2人は馬は馬ですからね。馬ですからね。関係ある。でも確かに営業全くやったことない。だよね。だからそこら辺も含めながら話をしていこうかなと思います。で、まず前提として我々フライクは営業の管理っていうのはセールスソースのセールスクラウドを使って商談を使ってやってます。商談ですね。商談ですね。そうなんですね。そうなんです。早いこのフェーズ。フェーズ管理ですか？いや、これもうね、失注ぐらいだ。言っちゃった。はい。で、見ていただいて分かる通り、すごく細かくフェーズの管理をしてます。で、このフェーズの中でやらないといけないことってたくさんあるので、これをじゃあどう管理するかみたいなところの話を今日していこうかなと思っております。これ実際のフェーズですね。19までなんと受注までめちゃくちゃ細かいですよね。めちゃくちゃ細かいと思います。どう思います？この営業、インサイドセールスマネージャーですっけっていう立場から見ると。めんどくさって思っちゃいます。わかる。部長さんあるんだ。部長さんは？でも管理する目線でいくと、パッと見でどこやねん今どうなってんねんってのは見たいんで、こんぐらいあるとパッと見は分かりやすくはありますよね。なるほど、役割がなかったですね。不老者です。仕事ください。ド新人でいきますか、あえて。やっべ、マジで。ド新人、大滝くんどうですか？たくさんあるなと思いました。ド新人でそんな喋り方なんですか？僕こんな喋り方します。はい、ということで、今営業インサイドセールスマネージャーはたくさんあるな、めんどくさいなと。で、この3つあった時に、ちょっと書いてある通り、いろんなね、営業の役職、ジョブ、やり方、経験者、未経験、いろんな方がいますよっていう時に、我々が一番スコープを当てたのは3番なんですね。さっき部長、マネージャーが悪いなと。入力したくねえよってあったものの、できないんですよ、新人大滝くんは。できないんです。何していいか分かんないんです。なので、そこに層を合わせて、今はこういう細かいフェーズの管理をしてます。はい。っていうことは、新人に合わせてフェーズ管理をしてるってことですか？はい、そうです。それはセールスフォースを使っているユーザーさんだったら、新人に全部合わせるべきっていう考え方なんですか？そうではない。
ですね。あくまでどこに合わせるかは別に正解不正解ないので、それはもう社内の文化とか、どういうスタイルでやってるのかっていうところに合わせてやっていいのかなっていうふうに思います。はい。ということでさっき話した内容ですけど、いろんな営業プレイヤー、マネージャーいる中でどこに合わせようねっていう時にした時に最初は7個しかなかったんですけど、今、あえて、一番できない人って言い方言ったらおかしい。若いジュニアなメンバーに合わせようっていう形で19ですね。19個のフェーズっていうところで我々は管理をしています。ただあれですよね、これ商談受注するまでが19だって、それからがね。そうなんですよね。受注した後、契約書巻いたりとか、いろいろありますよね。なんで、何個あるんだろう。20とか30近くある。25か、25だと思う。いやですね。で、今回のテーマは、タスク管理なので、じゃあこの商談営業プロセスを管理していくために、どういうタスクがあるんだっけみたいなところの洗い出しから始めた時に、大量にありました。これが新人のメンバーからしたら、どうやって管理していいのか、そもそも何をやってもいいのかもわかんないっていう状況だと思うんですけど、どうやって管理されてます？営業の皆さん。自分のタスクって。はい、大馬さん。Excel 来ました。エクセルか。辛いっすよね。一番嫌ですな、エクセルは。自分はわかるけどね、他の人わかんないし、商談10個持ってたら、10エクセル、大馬さんは管理してるんですかね。シートとか。シート分けだね。そうなっちゃいますよね。他、自分はしてたみたいな人はいらっしゃいますか？はい。はい。私も Mac 使ってるんですけど、はい、メモ帳みたいなのあるじゃないですか。ありますよね。貼ってるってこと？いや、Mac のメモ帳アプリみたいな。あれを分けてメモしたり、その内容をいつやらなきゃいけないみたいなのが Google カレンダーにベタと共有をしてね。他は大丈夫そうですかね。じゃあ Excel とか、要するに自分で工夫してやってますと。なのでそれね、ちょっと嫌だなってことで、我々はじゃあ営業プロセスにおいてどんなタスクあるんだっけっていうのを何も考えずに全部洗い出しをしました。そしたら全部で59個ありました。これ大変ですね。これ10案件持ってたら受注までに590個のタスクをこなさないといけない。大変ですよね。でそれを Excel で管理してる。過酷人のパソコンのこのメモ帳で管理してる。もうマネージャー無理ですよね。そうですね。もうできる人できない人みたいなのがもう、分かれてきちゃうかもしれない。そうですよね。なので考えました。我々は商談を進めるにあたってそのフェーズしかるべきタイミングで何をしないといけないっていうのが自動的にリストアップされて、これあなたのタスクだよって出てきたら、これは世界変わるんじゃないかとね。これやばくないですか？いいですもん。すごい馬の反応が良かった。なのでそれをしっかりと洗い出しをして、各フェーズかけるタスクっていうのを洗い出しをしたんですね。でその結果これ例えて出してますけど、じゃあ初回面談準備っていうフェーズがあるんですね。問い合わせしてもらった後に面談にて決まって、じゃあそれまでに何か準備をしないといけないよねっていう中に、フライクだとちょっと数えれないんですけど10個ぐらいタスクがあったので、じゃあこの03の時にはこの10個やらないといけないよねっていうのを各フェーズごとに洗い出しをしていったイメージですね。でじゃあ洗い出しができましたってなった時に、じゃあタスクってどういう要素あると思いますか？皆さん、タスクの要素。お客さんにメールを送る、産休メールを送る。いいですね。それをじゃあもう言っちゃうと、件名ですよね。何をしないといけないっていうまず一つの要素。他に何か要素あります？いつまでにやらいつまでに、何をいつまでに、他なんか誰がいいですね。何をいつまでに誰がやらないといけない。もう完璧なタスクですね。ってなった時に、このフェーズでこれをやらないといけないっていうのは決まったものの、いつまでに誰がっていう要素も当ててあげないといけないので、次にやったのは、じゃあそのタスクが生まれた時にいつまでにやらないといけないかっていうのをみんなで協議しました。ってなってくると、答えから言うと、自動的にできるんですけど、自動的にできるときに、ある程度いつまでにっていうのはつけないといけないと思うので、その要素っていうのは、例えば商談のフェーズが上がった
N 日後までにこれをしないといけないとか、初回面談日の1日前までにみたいな、要するに相対的な日付とか言いますけど、っていうのを全部定義をしてマスターを作っていきました。で、そのマスターができたらもう完成ですね。このフェーズの時に誰がいつまでに何をやらないといけない先生が忘れてますしかも一番大事なところっていう状況ができましたっていうのがまず前振りです。ここからは視聴者の方からコメントがあったように、じゃあ実際にセールスソースとバックログを使ってどうやってんのっていうところを説明していこうかなって思うんですけど、ここまででまた何かご質問とか前提のところでもしあれば。はい、セールスフォースの中にタスク管理の ToDo の機能があると思うんですけど、なんでその中に作らなかったんですか？あれはですね、人によると思いますけど、我々は使いにくいと感じて使えませんでした。あとは今営業の話をしてますけど、ミドルオフィスの業務設計してるメンバーとか、システムを作ってるメンバーとか、あとバックオフィスのいろんなメンバーいますけど、いろんなメンバーもバックログ使ってたんですね。ってなった時に営業だけセールスソースで管理してるってちょっと気持ち悪かったので、じゃあもうみんなで寄せようよ、一元的にタスクはバックログで管理しようよって形になってバックログでやってます。先生が教えてくれたんですけど、バックログだったら社外のメンバーも見れるからって言ってましたよ。資料作成とかね、資料作成のタスクを振った時にセールスソースの中だったらセールスソースのライセンスをさパートナーに配らなくちゃいけないから、ダメなんだよねっていう話を先生がしました。うま喜んでるそう、その通りなんですよね。で、これ多分前のぐらいのとアップされてる動画、こちらの動画にあると思うんですけど、バックログってユーザーいくらじゃないんですよね。組織でいくらなので、もう契約してしまえば外部のメンバー何人入れてももうとか日本の全員をバックログにしようっていうのは日本人プロジェクト、日本人タスク管理プロジェクト多分プランによって上限はあるんでしょうけど、考え方はそうですね。なのでそういったところもあるかなと思います。視聴者の皆さんコメントください。あったら全部大滝が回答していくのでコメントをいただける本当僕が回答します誰も手伝ってくれないですはい、ということで、じゃあデモを実際にしていこうかなと思います。ぜひ皆さんが使っている IT ツールでおすすめの IT ツールありましたら、ぜひコメント欄にお願いします。じゃあそしたらどういう風にやったか実環境をもとに説明をしていこうかなと思うんですけど、まず今画面でお見せしているのがタスクのマスターです。何かっていうと、さっき59個あったよっていうタスクをまず全部洗い出ししたっていう話をしましたけど、これを全部 Salesforce 上に登録をしてマスター管理をしています。具体的にさっきあった話ですね。何を、そしていつまでにっていうのはこの相対的な日付ですね。何の日からいつまでに。例えば1個上だったら問い合わせ商談が発生した日の間に誰か営業担当に割り当てようねっていうような意味合いですね。あとは、担当者、商談の場合はもう商談の所有者が担当になってくるので、我々の場合は今全部商談所有者、担当者に割り当てるようにしてますけど、もちろんアレンジの仕方によってはサブアシスタントがいるとかであれば、それもちゃんとマスター上に設定することによってアシスタントにも割り当てられるみたいな形の仕組みになってます。仕組みになってるんですか？はい、仕組みにバツバツバツっていうこのマスターにまず基づいて、で注目ポイントはこのフェーズ条件っていうところなんですけど、問い合わせの発生から受注までに59個のタスクがあるっていうお話をしたんですけど、これがいきなりボンって出てくるとうざったいじゃないですか。だってまだ問い合わせ対応してるのに受注の時の契約書を締結するみたいなタスクがあったところで、それはタスクじゃないじゃないですか。なのでそれは嫌だよねっていうところでフェーズ×タスクが自動的にできるっていうのを作ってます。具体的にはこのフェーズ条件なんですけど、例えばフェーズ条件入ってないところ、これは商談が立ち上がった時に必ずこの7個6個のタスクをしましょうっていうのができたりとか、0102は他タスクなかったのでちゃんと洗い出した結果で03の時にはこの5つをしましょうねっていうのが自動的にできていきます。ちょっとこれ具体的に見てもらった方が早いと思うので、ここからはちょっと具体的なデモをしていこうかなと思います。はい、これ商談の画面です。
今問い合わせがフライク社にあって、テスト株式会社さんから問い合わせがあって、MA と連携されて今自動的に商談が01問い合わせの状態でできてる状態ですね。なのでこのタイミングでやらないといけないことっていうのは、まずプロジェクトをバックログ側に作らないといけないので、プロジェクトを作っていきます。今プロジェクトの画面に遷移しました。でここからバックログプロジェクト作成っていうのがあるので、これポチッと押すともうプロジェクト作りますよと、よろしいですかって出てくるので、はいってするともうプロジェクトが完成しました。これってはい、バックログ側で作られたんですか？バックログ側に作られました。でも画面セールスフォースですよね。画面セールスフォースです。セールスフォースの画面からポチッとしたらバックログのプロジェクトが作られる。そうです。おっしゃる通りです。すごいですね。誰が作ったんですか？私です。このくだりあと4回ぐらいでした。ちょっとこの後バックログ見せるんですけど、実はここにやらないといけないことっていうのがバーって出てきてるんですけど、これ今ボタンを押した瞬間にさっきご説明した何もフェーズのところに入ってない一番最初の状態でやらないといけないことがバックログにできて、そのタスクがセールスフォース側に戻ってきてるので、今これバックログの中身をセールスフォース上で見てるようなイメージになります。じゃあバックログ見ていきましょう。バックログ見たいときにはリンクがセールスフォース上にあるので、これをもうポチって押すと実際に作られたバックログのページに移ってきます。すごい。プロジェクトができてて、先ほど話した6個のタスクっていうのがそれぞれできてるようなイメージですね。もうあとはもう簡単ですよ。ここまでできてしまえば。営業はちゃんとこれを見ながら自分のタスクを消化していってねっていうところですね。こんな感じでガントチャートで見れば、例えば商談の所有者を検討してくださいね、今日中に。なので私営業担当のマネージャーになるのかな。マネージャーの私は、じゃあ浅沼部長お願いしますっていうのは割り振りをする。じゃあもらった浅沼部長は次2営業日以内ですね。2営業日以内にお客さんに対して問い合わせありがとうっていうのを送る。でそれと同時にちゃんと初回面談の準備をする上で日程調整をしましょうねっていうのがもう一目散です。一目散、一目同然見える。一目瞭然。両然で見えるので、もうこれ通りにこなしていけば漏れないですし、あともう一個のいいポイントとしては、これ全員に公開されてるので、あれどうなってんだこれと思ったらみんなこれ見に来れば終わってるのか終わってないのかが見れるっていうようなイメージですよね。ちなみに、はい、これ現実的に使おうと思ったら、フライクの場合は人数が少ないし、セールスやってるの僕だけだから、はい、僕全部大竹に当ててもいいかなと思ってるんですけど、なんかこうチームでやってる企業さんの場合には、多分エリアマネージャーとかいたりとか、その誰にアサインするかなみたいなことを決めていると思うので、一番初めはシンボルに当てて、それ以降は空白みたいな形でもいいですよね。もちろん可能ですね。その後、じゃあ商談を作ったタイミングで誰に当てれるかっていうのを決めてしまえば、セールスフォースの中の誰に当てるかっていうのを、アシスタント、サブのメンバーと主担当を決めてしまえば、そのメンバーをここにもアサインできるってことですよね。はい、当てます。素晴らしい仕組みですね。誰が作ったんですか？はい、最初の動きですね。でこの後はさっきお話をしたように商談のフェーズがどんどん上がっていくと思います。もちろん失注しちゃったらあれですけど、ちゃんと商談を前に進めることが営業の仕事だと思うので、しっかりと前に進めていくにあたって、もちろんタスクがたくさん降りかかってくるので、それを忘れないように漏れないようにやっていこうっていうところを次お話ししていきます。でさっき皆さんマスター見ていただいた通り02はなかったので、03の時におそらく6個か7個ぐらいタスクがあったと思うので、じゃあそれをちょっと作られるか見てみましょう。具体的にはじゃあフェーズを変えてみますね。03のフェーズって何ですか？03は初回面談準備ですね。アサイン担当が決まって、その後にじゃあ面談の日も決まったので、面談の準備、当日までにお客さんと戦える準備をしましょうっていうところの工程ですね。そしたら03に変えてみます。なんかフェーズは変わりましたね。フェーズは変わりました。何が起きてるか分かんない。じゃあちょっとバックログの方を見てみましょう。はい、画面を更新してみると、おっとタスクが増えましたね。タスクがたくさん増えましたってねえ、沼ちゃん。あんまうまくないですね。馬だけに。うわ馬が
もう一回マスターを見てみると、03の面談の時には、面談の準備、打ち合わせの準備しましょうねっていうところから、面談が終わったら、その面談の議事録のまとめをみんなに共有しようねとか、Salesforce の活動履歴にちゃんと入れようねとか、もう一個ありましたね。これはクイップからスラックに共有して、それをみんなに共有しましょうねってところですね。と、最後お客さんに面談終わったので、今日はありがとうございましたと。っていうので連絡をしようねっていうようなタスクがあるんですけど、そこまで入ってるんですね。めちゃめちゃ細かくやってます。さっきめんどくさい、嫌だな、フェーズ管理したくないなって。スタッフも忘れないです。そうなんですよ。もうまさにそうで、マネージャーもどこまでマネージメントするかみたいなところでこのマスターの設定は変わってくると思いますけど、ちゃんと細かくマネージメントしてあげたいっていうことであれば細かく作っておけば、これ終わってないよねっていう声かけもできるっていう仕組みになってます。面談があってまとめを共有したりとか活動履歴を作ったりとかサンキューメールを送ろうねっていうところですね。で、我々はこの初回面談をした日からっていうルールにしてるので、今ちょっと今日一気にやっちゃったのでこんな見え方になってますけど、初回面談した日の間にこの全部1日でこなそうねっていうルールにしてるので、その日中に全部設定されるようになってます。次。はい、ということで、デモはもうここまでになります。あとは商談のフェーズに応じて定義したタスクっていうのが自動的にできていくので、しっかりとこのっていうのをして、この時に何をしないといけないのか、誰がいつまでにっていうのをしっかり洗い出した上で設定をしておけば、あとはもう商談が進むにつれて勝手にタスクができてそれをこなしていくっていう世界が我々フライクでは出来上がってるっていうデモンストレーションでした。これめちゃくちゃ面白いなって思った反面、なんか難しいなとも思ったんですね。はい、で、なんで難しいって思ったかっていうと、フェーズの定義も決まっていない企業さんもある。フェーズとフェーズの間にあるタスクも洗い出しができてない企業さんが、これやりたいですってなっても、すぐにはできないんじゃないかなって思ったんですね。はい、じゃあ洗い出しをしたとしても、自分たちでマスターをメンテナンスがしづらかったら、なんか形骸化しそうだなって思ったんですけど、その時、シンボルさんはどういうふうになんかお話しされてるんですか？まずはもう決まってない企業さんっていうところからいくと、もうこれ考えてる場合じゃないです。まず何のために商談管理をしてるのか、なぜセールスフォースで商談管理をするのかっていうところがない中で、タスクを管理するだけにセールスフォースとバックログ入れましたって意味がないと思うので、もう決まってない企業さんはまずは業務を設計してください。営業さんが日頃から何をしてて、どういうフェーズで動いててっていうところの現状の業務をちゃんと洗い出した上で、その中でじゃあセールスフォースで管理するときに何のために商談を管理するのか。例えば売上を上げたいのか、誰でも簡単に商談を前に進めれるような、例えば我々の環境とか似てますよね。一番できない層に合わせてそういった管理をできるようにしていくのかみたいな、ちゃんと目的を決めた上で商談の管理っていうところをしていく。で、それが決まったら、じゃあこの時に何をすればいいんだっけっていうのをこうばらしていくみたいなところを、まず私だったらアプローチを取っていくかなっていうふうに思います。で、これをちゃんとやっておけば、その後は皆さんでできるはずだと私は思ってます。ちゃんと荒い業務の棚卸しをして、この時にこれをしないといけないよね、これとこれの間にはこれが発生するよねっていうのをちゃんと洗い出していけば、ちゃんとできるはずなので、それに基づいてマスターをちゃんと入れて、あとは運用していくっていう動きになるかなと思います。じゃあフェーズを決めるっていうの、進め方を決めるのと、じゃあフェーズとフェーズの中にある間にあるタスクを分解すれば、こういう風なことができるってことですよね。はい。で、ちょっと思ったんですけど、なんかどういう風な企業が使えるかなと思ったら、SaaS の企業、SaaS ツールを提供している企業がヒアリング項目みたいなことでも使えるのかなと思ったんですね。タスクじゃなくて商談を上げていくときに、このフェーズにするんだったら絶対こういうこともヒアリングしちゃいけないみたいな、そのヒアリング項目をあえてバックログの中に設定してしまって、それを埋めていってデビューするみたいな使い方もできそうじゃないですか、佐野さん。できると思います。できないですか？できると思います。やりましょう。はい。まあね、バックログがそもそもタスク管理だけではなくて課題管理とか、それこそ進捗管理みたいな要素でも使えるので、タスクだけではなくて違う要素で考えていくっていうのもすごくありなのかなっていうふうに思います。はい、先生。はい。私の会社ですね、関西と関東で結構営業スタイル違うんですけど、はい、うちの会社ってこういうシステムを入れる前にじゃあ業務設計をしていかないと難しいですか？それともそのままいけるんですかね？
まあ、これもどの層に合わせるかですけど、本当にガラッと違うのであれば、私はちゃんと業務設計をした上で、関西だったらこう、関東だったらこうはした方がいいなって思いますね。例えばその時とかだったらレコードタイプ分けるのかな。セールスフォースの商談の進め方が関東と関西で全く違う時にはレコードタイプを分けてしまって、関東だったらこの進め方するからこのタスクがいるよね、関西だったらこの進め方だのでこういう風なタスクが作られるよねみたいなイメージで進めるのかな。そうですね。ただまあ新規ってした時に関西関東って出てくるとちょっとセンスがないので、ちゃんとそのユーザーさんのロールとかで権限設定をして、関西の人が開いたら勝手にもう商談の関西の画面が上がるみたいな管理の仕方が一番綺麗かなとは思います。っていうことはプロダクトによって販売するプロダクトによって変えるのもありですよね。ありですね。なるほどね。あとお客さんの属性に合わせてもいいかもしれないですね。新規のお客さんと既存のお客さんにちょっと変わるとかっていう時は分けてもいいと思いますね。あれか、大企業向けだったら ABM みたいなことをやってるから、こういうふうなことをあらかじめ確認しなくちゃ。例えばそのハンコを押す時のスタンプラリーを確認しましょうみたいなところとか、中小企業で面談してるのが社長だったらもうそんなルート記載しなくてもいいからみたいな分け方もできるってことですね。もうありだと思いますね。面白いですね。はい。今商談の話になってましたけど、関東と関西、これその後のバックログを作る時にタスクも違うってなった時は、それもなんかマスターちゃんと分けて管理して、関東のバックログプロジェクト、関西のバックログプロジェクトみたいな感じで分けれるって感じですか。おっしゃる通りですね。そうか、どん兵衛作る時と同じだよね。どん兵衛作る時も絶対入れる内容って違うじゃん。関西風の出汁と関東風の出汁を作る時ってさ、絶対プロセス違うはず。全然受けてない。生産管理的な。そう。工場側の話ですね。ユーザーじゃなくて、なるほどなるほど。そうですね。そうかもしれない。ちょっとどん兵衛に詳しくなった。でもそうですね。そうですよね。そうですね。なので商談である必要はないかもしれないですね。なんかフェーズか進捗管理で商品の注文から納品っていうか発送までをやるっていう管理の中で、この時にはこれをしないといけないとか、それこそ商品によってこの商品だったらこれとこれとこれをしないといけないみたいな出し分けみたいなところは、さっきご説明したマスター側でしっかりと定義をして設定しておけばできるかなとは思います。ちょっと先生質問です。はい、どうぞ。これ今商談の話をしてると思ったんですけど、なんかちょっとひらめいちゃって、生産管理とか工場のタスク管理でも使えるのかなって思ったんですけど、ただパソコンは工場では使えないんですね。その時ってバックログとかはセールスフォースが連携しない方がいいのか、なんか違う手段だったりするんですか？なんとですね、バックログのヌーラボさん、アプリ用意してます。ありがとうヌーラボさん。アプリをもう iPad、スマホはやっぱちっちゃいので見にくいかもしれないですけど、ちゃんと iPad、タブレットに入れて横とかにこうフェッてフェッて全然できると思います。やばい、わからん。フリックして操作すると。そうです。あと縦で見るか横で見るかそういうことね。変わるので、横広く見たい人は横広く見て、ガントチャート見てとかっていうのは全然できると思います。じゃあ今日の生産管理何しなくちゃいけないかとかっていうのパッて見たらね、大きいスクリーンみたいに表示しといて、個人は終わった後 iPhone とかちょっとちっちゃめのタブレットとかでピピって操作したらなんか見える化できるし、マネージャー陣とかそこの工場に いなくて本部にいる人とかはこのセールスソースを見ればなんか進捗わかるのでいいですよね。そうですね。もうおっしゃる通りだと思います。広がってきますね。広がってきますね。営業だけじゃないですね。はい、うまっ。業務設計超大事。ヒヒいいんか、確かにね。そう。もうおっしゃる通りです。大馬さんの。もう営業だろうが生産管理だろうが何だろうがタスクがありますと。なので何の時にそれが生まれてるのかっていうのをちゃんと洗い出しができないとこんな世界観実現できないので、やっぱりちゃんと自分たちの業務を洗い出してちょっといい、はい、絶対生まれてる時にさ振りたくてさチラ見したんだよあの人。もう業務設計が大事。そう、業務設計はやっぱりすごく大事。何がしたいのか、何を実現したいのか、どうあるべきなのかっていうところがやっぱちゃんとないとできないですし、このクラスルームの中でも営業の話からこうやってこういうことできるんじゃないんだっけっていうアイディアから今のアイデアも生まれてるので、やっぱりこういったのをちゃんとねみんなで業務を設計していって決めていくっていうところはすごく重要なんじゃないかなと思います。タスク管理したいっていうタスク管理したいオーダーって言っても人によってタスクの重度が違うから、なのでタスクを洗い出すみたいなところも一緒にしないとっていう意味合いですよね。そうですね。
うまいことできてますね。わー。ね。で、別にこの型通りに使う必要性はなくて、型があってその中で自分でこれしないといけないなと思ったらバックログ側でタスク作っちゃえばいいので、これはもうある程度組織の型を決めて、チームの型を決めて、他は個人でちゃんと作っていきましょうねってすれば。一人一人の旨味が出るっていうことで。ということで、まとめに入ります。タスク管理ってどんな業種でもどんな会社さんでも絶対タスクがあると思うんですけど、これを 100% ちゃんと管理できてるかっていうと、私はそうじゃないと思ってます。なのでタスク管理するときにもしっかりとどういうふうにタスク管理していくかっていうのを決めた上で管理ができる状態っていうのを作るべきだと思ってるので、我々はこういうのを作ってますけど、ぜひ興味がある方お問い合わせいただけると幸いでございます。はい。そして最後ですね。連携することによって企業さんにとってはもういいことだらけになってきます。いろんなメンバーのタスクをちゃんと管理できたりですとか、回ってない人がいたら、おい、助けるぞみたいなこの声かけみたいなところもできていくので、やっぱりタスクはしっかりと見える化をして管理をしていきましょうっていうところが今日のまとめになります。最後、浅沼さん、締めに入りましょう。はい。日々のタスク、漏れなく抜かりなくできる体制を作ろうぜ。バックログでそれいる？今回の動画はここまでです。皆さんいいねと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画もお楽しみに。バイバーイ。Do it.